はいどうも、はいどうも大和道ジャーナル編集長の三田です。大和道財務課船長の前原です。今日はね、はい、大和道ジャーナルズ連動企画として、ちょっと大和道材木座店長の前原くんの初心者にもおすすめできる UL パッキングを紹介していってもらおうかなと思ってます。はい。いつも僕もうちょっと軽量化してるかもしれないんですけど、初めての方も取り入れやすいようにスタンダードな UL パッキングということで、紹介したいと思います。とはいえね、多分4キロぐらい、総重量4キロぐらいだし、実際ミニ2、そうミニ2って割とちっちゃいバックパックに、全部ね、夏の北アルプスぐらいまでだったらいけるんじゃないかなみたいなパッキングが揃ってると思うので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いいたします。それでは行ってみますか。行きますか。はい。せーの。よっ。いやー、YouTube 感無量ですね。はい、YouTube ですね。これはまさしく。はい。でこれが前原くんのウルトラライトなパッキングと。はい。そうですね。こちらが2泊3日で、6月から9月くらいで、夏の時期で2、3000メーター級の北アルプス想定した、皆さんが行きたいであろう山を想定した装備になってます。はい。ね、とはいえこれだけでいけんのかなって感じもあると思うんですけど、どうだろう、この総重量はどんぐらい？総重量がだいたい 4.1 キロくらいで、ちょっと4キロ超えるくらいな感じですかね。ウルトラライトのね、定義として1個有名なのが4.5 キロ以下みたいなのがあるんですけど、それよりも400グラムぐらい軽くて、でもこれだけあれば十分なんじゃないかっていうね、我々としては思えるような、割と UL 初心者の人でもなんか取り入れやすいような装備なんじゃないかなと思います。この装備の後水と食料燃料が足されるんですけど、それでもだいたい6、7キロには収まるかなっていう感じなんで、そうだよね、背負ってても苦じゃないかなとは思いますね。そうよね、なんか別にこれだけで本当にいけんのかしらと思うよね。そうですね。なんかそのやっぱ重さをぜひ味わってもらいたいっていうのはありますよね。でもそのテントの装備の軽量化っていうと、ポイントがとりあえずいろいろ軽い方がいいけど、まずはこれを軽くした方が早いよっていうのが4つありまして、1個はバックパック、でもう1個はテント、あと寝袋、あとスリーピングマットとか、ここら辺は割ともうヘビーなものから、軽いものまでいろいろあるんで、本当だからこうダウンジャケットとかこれ2キロのダウンジャケットとかあんまないんで、2キロがいきなり300グラムになるとかってことができないんですけど、バックパックとかもう 2.5 キロとかもあるし、300グラムとかもあるしとかで、割とその増減が大きいっていうかね、だからそこでポイントちゃんと選んでいくと割とガッと軽量化できるってことで、まずはその4つを軽量化するのがおすすめなんじゃないかなみたいな感じで。その4つは何ていうんですか？ビッグ4。それあるんですか、その言葉？わかんない。大和道ジャーナルズ。新たに作られたことは、そういう感じでわかんないですけど。じゃあとりあえずバックパックはこちらですね。バックパックは大和道のミニ2で、ML サイズで背面長によって異なるんですけど、僕はこの身長もこの体格なんで、背面長が大きい方の L サイズを使用してて、容量的には28から32リッターで、快適に背負えるのが8キロくらいまで、なので、例えば今回の、重量でいうと、僕ベースウェイトが 4.1 くらいで、パックウェイト入れても7キロくらいに収まるんで、まさしくこれがいいんじゃないかなっていうので、今回こちらを選んでまして、あとね、大きな特徴としてはやっぱりこのフロントポケットですかね、大容量のフロントポケットであったりとか、あとは腰ベルトも僕ここについてるんですけど、僕は取ってて、っていうのもミニ2って基本的に上半身で背負うバックパックじゃないですか。で腰ベルトっていうのは走ったりする時のブレ防止のためなので、僕はもうそこ取っちゃって。そうね、ちゃんとパッキングされてればね、ここら辺の腰骨にこのザックの底が乗ってくれればいいんで、ここはグッと引き寄せるためのもんだけど、適切にやればちゃんとこうなるようにはなるから。そうですね。それあれば本当腰ベルトなしでいけるっていう
自分なんか本当 UL はそこが魅力っていうか、そうですね、まさしくなんか UL のバックパックの真髄というか、まあもそういうのが、はい、是が非でもヒップベルトしたくないみたいな感じなんで、でもそれだけで本当山に泊まりに行けるっていうのがまあすごい自由な感じがして、そうですね、僕もなんか最初金属フレームの腰ベルトしっかりしたバックパック使ってたんですけど、まあそれだけでだいたい 2.5 キロとかあったんですけど、まあこれにおいてはもう500グラム以下とかになるんで、まあそれだけでも84グラム、そうですね、実質なんかこう中にパッドが入ってたりとか、まあパーツつけて484グラムが実測値なんで、まあそれだけで2キロくらい減ってるっていうので、まあかなりねバックパックってやっぱり軽量化にとって大きいなって感じですね。またね、これもだから最初は出た頃はミニって名前でちょうどいいぐらいなね、あれだったけど、今は本当いろんな道具が軽くなってきて、もうこんぐらいの容量がもうウルトラライトのスタンダードなんじゃないかなと思うぐらいな感じになってるね。でお次がまあテントですね。そうですね、テント今この中にテントとあとはグランドシートとペグも一緒に入ってるんですけど、まあ僕はライトウェイっていうウクライナのメーカーのピラミッドデュオっていう、まあ、2人までいけるような感じのフロアレスシェルターを使ってて、まあ、フロアレスシェルターっていうのはこういうストックとかでこう立てて、まあ、これはピラミッド型なんですけど、まあ、床がない、名の通り床がないシェルターになってまして、まあ、結構床なくて大丈夫なのって声あると思うんですけど、まあ僕は虫とかには、大丈夫ですし、まあ、張る場所とかちゃんと考えたりとかしたら、まあ、風とかにもしっかり対応できるので、まあ、こういうのを使ってるんで。でちなみにさっき言ったんですけどフレームがこれになるんで、まあ、特徴としてはフレームとストックをこう兼ねてるっていうのがあるんで、そうだね、まあ、フレーム持ってないまあフレームを持ち歩かなきゃいけない分、このストックを持ち歩けるってことで、まあその分でも軽量化ができるんじゃないかみたいな感じだよね。あとサイズ的にもこれくらいなんでかなりコンパクトに、本当これぐらいになるとやっぱテントこんぐらいだとこういうザックでも入れられるっていうか、そうですね、やっぱダブルウォールのテントだとこんぐらいになるから、結構それ入れるともうあれ3分の1ぐらいザック埋まっちゃったみたいになっちゃったりするんで、やっぱここら辺のフロアレスとかね、するのが割とまあ軽量化&コンパクト化だよね。そうですね、装備のすごいポイントになっていきますね。こんな感じですね。でまああと寝袋、これは0グラムのテントですけど、今ちょっとそれ販売しなくて、でスペック的に言うとまあ500グラム弱、まあ464グラム。そうです。でコンフォート、まあ快適に寝れるのがマイナス1度くらいで、エクストリームマイナス7度までいけて、トゥオルマイン SUL3 そうなんか今はないんですけど、まあ当時僕買った時はこれいいなっていうので、まあこの重量でこのサイズでマイナス1度までいけるっていうのがすごい魅力で購入したような形ですかね。そうですね。まあ大体ね、北アルプスとか夏はまあ寒ければすごい寒かったらマイナス0度ぐらいいくかなぐらいなので、そんぐらいの対応っていうとやっぱ500、600グラムぐらいの寝袋って感じで、まあそれはこれをちょっとそれより軽いみたいな感じでね、そんぐらいの対応だけど、そうですね、これ実は首の部分がなくてマミー型ではないんで、まあその分ちょっと軽くなってるって感じですかね。まあ寝袋でも割と皆さん使ってるのもこんぐらいのやつが多いんじゃないかなと思うんで、そんなに過度に1キロとかの寝袋じゃなければUL 十分可能だと思いますね。あとスリーピングマット、でこれが大和道の UL パッド15プラスの S サイズなんで、まあ100センチのマット、半身用だよね。そうですね。でこれ重量が113グラムなので、まあこれも非常に軽い。そうですね。ちょっとクローズドセルって呼ばれるコンパクトにはならないんで、少しパッキングとかではかさばるかもしれないんですけど、とはいえ軽さだったりとか、あと地面からの寒さを断熱する値である R 値っていうのも 2.0っていうのがあるんで、この重量にとってはかなり R 値高くてっていうのでかなり快適に使えるって感じですね。サーマレストとかよりリッチレストとかよりはね、耐久性でいうとやっぱあっちの方が優れてると思うんですけど、やっぱ軽さはもうリッチレストとかの半分以下とかなんで、まあその分やっぱグッとで、しかもそこまで値段山道具の中では高くない方かなっていうところもあるんで、すごい取り入れやすいんじゃないかなと思いますね。ここはそこ以外で前原君のこだわりっていうと、こだわりでいうとこちらが大和道のオールウェザーシリーズなんですけど、大和道レインウェアっていうのは全天候型行動着ってことで、
レインウェアっていうのにはこうくくってはいないんですけど、こういうフードタイプのシンプルなそうだねもので、これもなんかね、本当自分たち当たり前になっちゃったけど、やっぱファスナーがないって結構そうですね、びっくりするようなデザインだな、かなりシンプルであったりとか、あと素材自体も軽いっていうことがあって、これで軽量化がすごい進むのかなっていうのはあったりしますね。あとすごいやっぱファスナーない分ちっちゃくもなるしね、本当ポケットの隙間とかザックのちょっとした隙間あれば入っちゃうって感じだからね。なのでこれらとかもすごい軽量化には今役立ってるので、使ってるのと、あとは、今トレイルシャツ着てるんですけど、結構僕これをウィンドシェル代わりに使ったりとかも使えたりするんで、これはね、本当抜けが本当ちょっと圧倒的にすごいんで、なので一つで二役、雨の時も使うし、風が強い時も使うっていうので、一つに二役なので、軽量化に役立ってるかな。大体ね、あれのレインウェアなんてさ、夏の北アルプスとかで晴れててハイクアップしてたらもう大体暑くても脱ぎたくなるみたいな、でもこれはなんかそれが意外と平気だなみたいな感じでいけちゃうんで、そこもね本当すごい魅力かなって感じですね。あとで言うと、僕はクッキングシステムっていうのがここに全部入ってて、この中に食料も全部入れるっていう感じで、もう一つの袋でもうまとめてる感じですかね。で中見ていくと、これがクッカーとか風防とか、あとアルコールストーブが入っているような感じになります。これは、ワンダーラストエクイプメントの、コジとのセットですかね。でこの中風防とかも全部すっきり入るんで、かなりコンパクトに、なるような形ですかね。これでもう全部セットになって全部中に入ってます。であとアルコールストーブなんで、ちょっとこういう燃料入れとかは、これ100ミリのやつなんでちょっとこれは入んなかったんで、外入れですけど、一緒にこの中に入ってます。こういう、グリースポット。そうですね、グリースポットってもともと何でしたっけ、残ったオイルを入れるポットを多分ワンダーラスト社がアメリカから買って、それをちょっとこう、使いやすいに改造してるみたいな感じですかね。元からアメリカのスーパーとかで売ってる、そうですね、一番安いポットみたいな、こんな感じ。そうですね、これがこんな感じで、なんか風防とかも入ってるし、アルコールストーブとかコップも、あとライターとか細々したのもここに入れてるような感じになります。一人用としては結構、だ2人分ぐらいさ作れるぐらいのセットだよね。そうですね、もっとなんかコンパクトにしようとコンパクトできるんですけど、僕はちょっとしっかりご飯食べたいんで、こういうふうに、しっかり大きな容量のを持ってってるって感じですかね。食を大事にしてる。食を大事に、それじゃなくてこの体はできない。なのでしっかりこう食べてるような感じで。あとで言うと着替え。着替えもだからこれだけしかないって感じ。そうですね。僕は基本ベースレイヤーとか、あとパンツに関してもウールの素材のを着るので、匂いに関して毎日着替えたりとかっていうのが必要ないくらい消臭性高いので、本当に着替えっていうかなり最小限になってて、入ってるのがこれ広げると、一つ目が靴下ですね。もうウールの靴下、ハイカートラッシュの靴下、こちらもウールコンのパンツ、ブリングのパンツ。あと着替えは最後が大和道の 100% メリノライトフーディー、こういうタイプですかね。で僕長袖とフード付きなんで選んでるかっていうと、これ、寒い時にちょっとこうプラスアルファの防寒着としても着れるっていうので、あえて半袖じゃなくて長袖を着替えに入れてるっていう感じですね。半袖2枚持ってくんだったらね、そうです。1枚は長袖の方がいろいろ着回しが効くよね。これもなんか着替えだけにしたらもったいないんで、そこも一つで二役って感じで、意外とね毎日同じ服着るとね、とかって惹かれるかもしれないけど、意外とねメリノウール着てて、体拭いて夜になったらこれに着替えて、で次の日の朝になって昨日ねぐっちゃぐちゃになってたやつとかこう嗅いでみても、あれ洗濯したっけ俺とかって思う時もあるよね。だからそれくらい本当に消臭性高い、すごいから、だから本当全然どうせ毎日汗とか雨でぐっちゃぐちゃになるんだから、別に同じの着てりゃいいじゃんみたいな。そうですね、本当に。でも本当それで、僕らの経験上これでいけるなっていうね感じてます。気分も悪くないし、周りも迷惑かけてないんじゃないかなみたいな。そこは自分がそこはね自分がどう思うか慣れすぎてるのはあるかもしれないけど。大和道ジャーナルズ。そんなとこかな。
じゃあまあこれが実際にねそう入るのでしょうかっていう、そうですね、このバックパックに、はい、みたいなところを見せてもらいましょうかね。はい、じゃあ行ってみますか。はい、またこれみたいな。入りましたね。入りましたね。まあちゃんとさっきのものがこの中に、はい、まあ、過不足なんか入ってると、あとこれに食料が、そうだね、はい、これに食料があるから、まあちょっとこのトップの吹き流しが、そうですね、まあ割と1泊2泊3日ぐらいだったらね、割とパンパンになるような感じかなと思いますけど、はい、まあやっぱ30リッタークラスのねミニ2でもまあ全然腰なしでも、腰ベルトなしでもいけますよって感じですよね。はい、サイドにこういう水のボトル入れてて、こっち側がこのあれですね、浄水器つけて、はい、でこのフロントには何が入ってるのかな。フロントには、まあ、一般的にレインウェアと呼ばれるような使い方をするものであったりとか、まあ、あと手ぬぐいとか、あとミニ2はここにキーループがあるんで、ここに、ヘッドライトですね、まあ、暗くなって探すんではなくてすぐ出せるようにっていうので入れてるっていうのと、あとここにエマージェンシーキット、これもすぐ取り出せるようにっていうので、エマージェンシーキットもすぐ取れるフロントポケットに入れてます。ざっとこれくらい測ってみますか。ね、よいしょ、じゃあちょっといいですか。何キロか。あ、4.18 4.18、はい。まあ大体ギアリスト通りっていうことで、実際まあ持ってみた感じも、そんなにね、そうですね、重くない、ちょっとじゃあしょがしてもらおうか。あ、どうぞどうぞ。あ、軽いやっぱ全然まあ本当これで2泊3日ね、どこでも行けるんだと思ったらやっぱりすごいなっていうか、まあこんぐらい荷物削ってよかったなって思うっていうか、あとこのサイズ感なんでやっぱりこう人とすれ違う時にぶつかりにくかったりとか、まあなんかあとこうバックパックごとこう振られたりとか、そういうのがかなり少なくなるんで、まあそういう点でもこう言えるかっていうのはかなりメリットが高いかなって感じですかね。だからなんかよく痩せ我慢でやってんじゃないかとか、無理してやってんじゃないかとか言われるけど、別に無理したいわけじゃなくて楽したいんだっていう。そうですね。こっちとしては楽したくて軽くしてる。まあ楽だし別にそこまで不便感じないし、まあやっぱこっちの方がいいよねって感じだからね。だってこの中にも着替えとか、まあ、あと防寒着もしっかり入ってますし、まあ、結構クッカーも大きいのも入っていて、まあ、それでもこんだけで収まるんで、まあ、別にそこにねこう快適さを犠牲にしてたりとかそういうわけではない、そういうわけではないよね。はい、そうまあとはいえね、これが正解ってわけでもないんで、そうですね、まあ、この辺から基本に皆さんね自分のスタイルでいろんな、ね、装備とか自分なりのスタイルを作ってってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、今回僕スタンダードな言えるパッキングっていうのは紹介してますけど、まあここから抜き差しなどね、そうもっともっと抜いてもいいし、でもやっぱテーブルが欲しいなとか椅子が欲しいなとかね、そういう人もいてもいいと思うし、まあなんかその快適さとかに対して、まあその重量を背負う意味があるのかで、意味があるんだったらやっぱり背負った方がいいと思うんで、ね、ただなんとなくでね、ただなんとなく重くなっちゃってる人って結構多いと思うんで、そこをなんかもう一回考え直してもらえるとね嬉しいなと思いますよね。はい、そうですね。はい、まあそんな感じの記事を大和道ジャーナルでも4月に出していく予定ですので、そちらもチェックよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まあもし皆さん感想などありましたらコメントに書いていただくのと、その他いいねも押していただけると嬉しいです。あれでしょ。はい。チャンネル登録、そうですね。いいねボタン、はい、いいねボタン、よろしくお願いします。ありがとうございます。イエーイ。大和道ジャーナルズ。